の番組は夢と挑戦を応援する関西電力の提供でお送りします。娘さんの香織さんがフランスで刺繍作家をなさっているということですけども、その行かれるきっかけっていうのは何だったんですか？それがですね、結婚してたんですけども、相手の方からね、離婚を切り出されちゃって、それで香織は大ショックで、私も大ショックで、本当にちょうどねその頃に刺繍を見てね、ときめいて、何の刺繍だったか忘れちゃったけど、フランスでその自分がやりたい刺繍やるにはフランスに学校があるんだよねってとこまで香織が掴んでて、で本格的に学ぶんだったらそこだなっていうことで渡ったってことです。今回見ていただきますけども、お父さんどういうとこ気になりますか？どういうとこ見てみたいですか？暮らしぶりですかね。暮らしぶりを、実際その刺繍されてるとことかそういうことはあまり見たことないんで。そうですか。見てみましょうです。はい。香織さんフランスパリです。日本からおよそ9700キロ、フランスで刺繍作家として奮闘する香織さんへお母さんの思いを届けます。ファッションの都パリ、シャネルやディオールといったメゾンが手掛ける豪華な刺繍などを施した高級な仕立て服、オートクチュールが生まれた街です。そういう文化があるんですね。エッフェル塔のすぐ近くにある香織さんのアトリエ兼住居を訪ねました。こんにちは。こんにちは。グッド地球便です。はじめまして、小西川香織です。よろしくお願いします。緊張しちゃう。どうぞ狭いところですが、こちらが私の、アトリエ兼ベッドルームです。可愛い、なんか素敵な。そう、ここだけ私のサンクチュアリと思ってやらせてもらってます。なんかすごい。そう。さあこれが今制作している刺繍になります。でもすごい、こんな枠にはめてやるんですね。そうなんです。そう。初めての個展に向けて香織さんがずっと作りたかったこれまでにない大きな作品に挑戦中。作り始めて1週間ですが、まだまだ完成には程遠いそうです。このルネビルっていうアイテムなんですけど、この先が鍵になっていて、でそれを糸に引っ掛けて刺繍していくっていう、こう入れて下でこの鍵針に引っ掛けて半回転します。難しそうだね。そして引っ張ります。こんなことできるな。リュネビルという特殊な鍵針を使った技法、豪華な刺繍を施したオートクチュールの仕立ての際によく使われるそうです。こうやってんねや。この技法を使って木いちごの実をビーズで刺繍していきます。裏から刺すので裏返しましていきます。裏から刺すことで美しく仕上がるんだそうです。引っ掛けて出す。でまた入れて引っ掛けて後ろでビーズつけて、あららららら。指先の感覚だけを頼りに縫い付けていくと、すごいことやってるな。こんな風に盛り上がってそう。めちゃめちゃですね。すごい立体的。食べたくなる感じ。私だけかな。いや大変ですね。そうなんです。肩も凝るし、あと目。そうまだ老眼デビューしてない。そうだけどさすがにだんだんしょぼしょぼしてきて、でもね粛々と黙々とこうやってやってると本当にちょっと瞑想みたいな感じで楽しいですね。こ
この木いちごの葉っぱが葉っぱの光が当たってる部分とちょっと影の部分とかそういうところも表現したいので一色じゃなくてこの濃い緑と2色でかつその真ん中の部分もまた違う刺繍糸を使って変化をつけてます。さらに仕上げにはビーズを足して葉っぱのみずみずしさを表現します。細かいな。実はこの作品のモチーフにはお母さんの影響が。小さい頃に本当に母が絵本をたくさん読んでくれて、もう読んでもらったものでの妄想がすごくてもうすごい楽しかったんですよね。なのでその思い出を刺繍に起こしたいと思って、幼い頃からものづくりが好きだったこともお母さんの影響だと言います。小さい頃は母が私のお洋服を本当に作ってくれて、いっぱいなんか寝てるとミシンの音が聞こえてきたり、お洋服からお稽古バッグまでそう、香織さんは日本での離婚を経て41歳でフランスへ。シャネルの傘下で世界最高峰と言われる刺繍の学校に入学し、オートクチュールの世界でも用いられる最上級レベルの技術を学びました。最高峰の技術を学んだものの、香織さんが刺繍作家として独り立ちできるようになったのはコロナ禍に作ったあるものがきっかけでした。コロナの時にマスク不足で手作りのマスクを作って、このメルシーって書いたマスクを自分用に作った。これですけど、かわいい。そうで、なぜメルシーかっていうと、空いてるのは薬局とパン屋さんとスーパーとか、なんかみんなが休んでる中働いてくださってありがとうございますって思って、それでメルシーってこう刺繍したら見えるじゃないですか。ありがとうがそういう思いでメルシーってして。このマスクを SNS に投稿したところ評判となり、ニューヨークのギャラリーなどから注文が殺到したのです。そうだったんだ。さらに同じテイストでバッグに刺繍を施したところ、こちらも大人気に。それらの売り上げのおかげで刺繍作家として生活できるように。しかし正直なんかジレンマみたいになりましたね。どういうジレンマですか？なんですごい可愛いし好きだけど、すごいシンプルだからこれだけで評価されるのは寂しいなと思って、もっと刺繍らしい刺繍の、凝ったものをもっと皆さんにお見せしたいっていう思いがずっとありました。刺繍作家として刺繍自体を認められたい、そんな思いで初めてとなる個展の開催を決意したのです。この日は個展に向けた刺繍の材料を買い出しに。やってきたのは香織さんが去年まで6年間働いていた手芸屋さん。ここで働いてらっしゃった。創業190年、手芸を愛する人が世界中から訪れる名店です。いい店。香織さんのお目当てはこの中もヴィンテージのおリボンです。そう、可愛いですよね。確かに可愛い。結構持ってます。毎日見てると欲しくなっちゃうんですよね。ヴィンテージのベロア、これやっぱ色合いが全然違うし、綺麗な青だけど。おばあさんの色には明るすぎるかな。香織さんが刺繍の虜になったのは40歳の時。主婦をしながら派遣社員として働いていた当時、習い事を探していたところ、たまたま目にしたのがオートクチュールの刺繍でした。華やかでちょっとキラキラしてて、見てるだけで気分が上がる。何これすごいと思って、本当にうわーっ
もうなんか興奮したのをすごく覚えてます。一目で刺繍に魅了され、どんどんのめり込んでいきました。そんなある日、突然夫から離婚を告げられたのです。怖かったし辛かったですね。パワービズハート。安倍さんがマイ箸。環境のためにな。いただきます。地球環境のためにできること。なんで自転車毎日ありがとうございます。環境のためレジ袋は。いえ、環境のために。電気にもできることがあります。関西電力は発電時に CO2 を出さない再エネと原子力、火力のゼロカーボン化を推進。電気のある当たり前を未来へ。一緒に頑張ろうな。何やってんの？はい、頑張りましょう。パワービズハート。うちの給湯器まだ大丈夫やんな。まだいけるやろ。いけるの根拠は何？壊れてからじゃ遅いのさ。先送り、先回り。さあ選択肢を。Let's change エコキュート。チェンジは英語でチェンジです。知ってるわ。 Let's change エコキュート。お得イズカミング。やん。そう。エコとキュット、エコキュートは関西電力。キャンペーン中。家買う気になってきたあなた、イメージ膨らむビジュアルいっぱい。リビング広い。しかも気になったら即時内見予約。もう決まっちゃった。家を買うならまずスーモ。リクルート。フォルクスワーゲンはあなたの人生に寄り添い、共に進化していく。みんなが豊かになる車を。フォルクスワーゲン。香織さんが刺繍の虜になった頃、突然夫から離婚を告げられました。もう旦那さんもお仕事が結構大変な時期だったと思う。忙しくて、だからね、怒りますよね、そういう心のすれ違いだんだん。でもその時は本当にもう40でもう41に途中でなって、逃げ場がない。年的にも20とか30初めだったらまだねいいけど、もうそういう年じゃないからどうしようって思って、そうですね、怖かったし辛かったですね。香織さんが離婚した当時のことを日本のお母さんは。黄色になってるね、真っ赤。香織と一緒に不安でいっぱいの日々でしたね。ニコニコ笑ってね、何って言って抱きしめてあげればよかったのに、一緒にねメソメソしたりね、プンプンしたりして、残念だなって思います。本当に心配をかけちゃって本当に、ごめんなさい。でもそう、この先一人で生きていくことに不安を感じた香織さん。刺繍の先生として自立できるようにと本場で学ぶため、全財産をつぎ込み41歳でパリにやってきました。しかし、もし失敗したら全て失うっていう覚悟で怖いですよね。とはいえやっぱり生きていかなきゃっていう、独り立ちしなきゃっていうのが一番あったから。この日香織さんは教会へ。ここは女優ジェーン・バーキンの葬儀も行われた有名な場所。実はこの教会からたびたび刺繍の依頼を受けているのです。彼女が私が働いていた手芸屋さんにお客さんでいらして刺繍をできる人を探してるって言って、その時に私できますっていうところから、じゃああなたにお願いできるっていう。奥にある特別な部屋には司祭が儀式の際に着用する貴重な衣服や装飾品が保管されています。古いものでは18世紀から残る国王から献納されたものなど、香織さんはこれらに施された刺繍の修復を任されているのです。修復ですか。Mais après, il y a des parties qui sont abîmées, donc elle est à restaurer de nouveau. Oui, d'accord. 今回は取れかかったスパンコールの修復。
ここによく見るとこのねコイル状のものをたくさん使ったメタルの刺繍っていうのかしらね。これが小さくついているので、ここの今取れてるところに付け直していきます。細かいね。自分の作品作りとは違い、本来の姿に戻すという難しい作業、ですが珍しい技法が使われていて勉強になると言います。そうでしょうね。当時の職人さんの技がその200年近く前のものを直に触ってどんな刺繍がしてるかをじっくり見てで直せるわけですから、ありがたいなと思います。Voilà. C'est très belle. De remerciements pour le travail qu'elle a fait. Et certainement que le Seigneur va lui donner beaucoup de grâce pour ce beau travail. Merci, merci beaucoup. すごい。今日の夕飯何なんですか？今日はトマト豆乳ラーメン。時間を刺繍に当てたい。だから簡単にお料理にあんま時間をかけたくないっていうのがあって。週に何回ぐらいなんですか？すごいちょっと恥ずかしいけれども、週に多い時は3回ぐらい恥ずかしい、まあまあ多い。こんなことは日本ではなかった。ういククーÇa va? Oui, ça va. パワービズハート。いつも通り美味しい。どうしたの？いつも通りで何も変わらない当たり前のこと。毎日ありがとうございます。その当たり前を支える人がいるように、電気のある当たり前も人が支えています。関西電力は原子力、火力、再エネを組み合わせて今日の当たり前をあなたに。ただいま。ただいま。おかえりなさい。パワービズハート。引っ越しって手続き多すぎ。手続き渋滞してるな。引っ越すなら電気は乾電やで。乾電？そう乾電ならスマホでいつでも手続き簡単。しかも一度に電気もガスも契約できる。一度に？今なら乾電ガスの基本料金が2ヶ月分無料。新生活にいい選択。電気もガスも関西電力キャンペーン実施中。ピッピッはいはい。いつでもクリーミーなキリを、朝の始まりに、昼の一息に、夜のほっとするひとときに。キリキリ。みずほ。目黒さん、みずほなら口座申し込みが最短5分で終わることをポーズで伝えてください。ポーズで？ではお願いします。まんまですね。みずほ銀行口座開設などで最大4万円相当をプレゼント。どうぞ。ずっと長熟ですか？ちゃんとこう小麦の味がするというか。わかる。本当？わかる？余計なものは入れない。パスコの長熟。当たります。大人気のネットフリックス見るなら高速安定イオの10ギガネット。あの人気作品も話題作もお得に快適に楽しめる。しかもネットフリックス最大1年分プレゼント。イオレディイオ。ういククーÇa va? Oui, ça va. そう、カリムは私のパートナーで、一緒に住んでるんですけど。葉山、沼津、三島、東京、すごいジャパン。そう結構そう面白い。だからいつももう大笑いして。ああいいことですね。ちなみにお二人どこで知り合ったんですか？アプリ、そうなんか日本語で言うとなんかねなんかって感じなんですけど、脚本家のカリムさんとは出会って3年。クリエイター同士気持ちが通じ合うといい、
近々入籍を予定しているそうです。The boss is really rude and really bossy. 初めての個展に出す作品のメインモチーフはこれはマザーグースなんですけど、マザーグースの絵本をよく読んでくれて、それでそのマザーグースのガチョウに乗ったおばあさんを母が豪華な刺繍をして、それでリュックを作ってくれたんですよね。母が育んでくれた自分の世界を最高の技術で表現したいと考えています。違うテキスチャーをつけてパーツが多いな、すごいな。うわ、質感が違うスパンコールを組み合わせることで翼の躍動感を表現していきます。さらに教会で見た刺繍からヒントを得て胴体の質感をデザイン。魔法使いのおばあさんにはヴィンテージのリボンで作った衣装。ああ、そうなのか。おお。今年で50歳、刺繍作家の活動を始めて8年が経ちました。みんなすごい人がたくさんいっぱいいるから自分と比較すちゃいけないけど落ち込むような時もあります。でも刺繍作家として今できることはしているつもりだから日々、学びと思って常に今の作っていきたいっていう気持ちで活動してます。素晴らしい。幼い頃の母との思い出を詰め込んだ作品。200時間を費やしてようやく完成しました。素晴らしい。もう素晴らしいですね。頑張ってますね。ね、本当立派に頑張ってんだなと思って嬉しいです。本当。でもその刺繍の原点と言いますか、なんか話聞いてたらお母さんやっぱり影響大きいんじゃないですか。私はもう自分の娯楽でね、なんか物作るの好きだから、張り切っていろんなものを作ってたんですよね。なんか服も服はほとんどね手作り、リュックサックまでね作っちゃいましたね。それにその刺繍を施されてたってことですよね。で背中にねマザーグースのおばあさんがガチョウに乗って飛んでるところをしたんですけども、それがねあんなに心に残って何十年後にそんなことになるなんて夢にも思わなかったから、いや離婚しないとねフランスに行くことにならなかったし、だからそう思うとね離婚もねプロセス良いプロセスだから決して悪くなかったなと思って。この日、香織さんはファッションブランドがたくさん集まるイベント会場にいました。ニューヨークで人気のブランドから声がかかり、洋服を買った人にその場でワンポイントの刺繍を入れるというイベント。香織さんの刺繍の世界観を気に入ったデザイナーからオファーされたのです。お客さんと相談してその場で刺繍していきます。いつもね自宅のアトリエで引きこもってやってるから、たまにこうやってポップアップとかたくさん人が集まる場所に出るのはいいですよね。で新しい出会いがあって。41歳にしてフランスへ渡り、今では刺繍作家として奮闘する香織さんへ、日本のお母さんから届け物です。そうだ。はい、ありがとうございます。すごい軽い。この後は上沼高田の釘付け、お楽しみに。パワービズハート。安倍さんがマイ箸。環境のためにな。いただきます。
地球環境のためにできること。なんで自転車毎なんですか？日ありがとうございます。環境のためレジ袋は？いえ、環境のために。電気にもできることがあります。関西電力は発電時に CO2 を出さない再エネと原子力、火力のゼロカーボン化を推進。電気のある当たり前を未来へ。一緒に頑張ろうな。何やってんの？はい、頑張りましょう。私に大発明。ダイハツムーブ。カーオブザイヤー10ベストカー受賞。タカニュースのお時間です。まずはこちらのニュースから。キャロットマンが栽培した新種のバカニュースをご覧の人。続いては天気予報です。あれこっちまで。明日は快晴になるでしょう。前見えない。あの条件は譲れないでしょう。でも初期費用もさ。両方叶えます。管理物件数はなんと25万。そんなに？お住み替え特典も。ハウスメイトですから。物件のことを何でも話せる友がいるハウスメイト。ミラノコルティナオリンピックほぼ全競技無料配信中。スマホでオリンピック、パソコンでオリンピック、テレビでオリンピック、ライブもハイライトも見逃しもオリンピック見るならテーマ。 SMBC 通帳は僕の生活の一部なんです。そう言っても面倒でしょ。スマホだったらほら、例えば雪山で遭難したとしますよ。その時スマホで残高確認するんですか？あなたは雪山へ通帳を持っていくの？君がその状況で確認したいのは残高か？潮時だよ。スマホの口座オリーブが便利です。お届け物を預かってきました。ありがとうございます。すごい軽い。すごい可愛い親指姫みたいな。すごい。届け物は親指姫の人形。幼い娘によく読み聞かせをしていた童話。その主人公がたどった物語と娘を重ね合わせ、手芸が得意な母が一針一針思いを込めて手作りしました。この親指姫が着てるのも私が高校生の時かなんかに買ったのをまだ取っといてあっていうのにも驚いて、かわいい。親指姫はいっぱい苦労してまあ最後そうね、おとぎ話だから、王子様に出会って幸せになる、ハッピーエンド。なるほどなって感じ。お母さんが私のためにこのお人形を作ってくれたっていうのがすごくなんか昔に戻ったようで嬉しい。で私はちゃんと幸せな私でこれをなんか受け取れることがすごく嬉しい。そう心配かけたけど、今幸せだから、そうこれから、親孝行頑張るから楽しみにしててと言いたい。という受け取った香織さんからのメッセージでしたけども、まあ物語はね大体ハッピーエンドじゃないですか。で香織ももうカリムさんというね王子様っていうのはちょっと無才ですけどいや素敵な方です。たどり着いてねよかったねっていうかねますます幸せに楽しくやってねっていう思いですね。次回のお届け先はアメリカ・シアトル。ここにドッグトレーナーとして奮闘する日本人がいます。アニマルシェルターで殺処分される動物と出会い、この道を歩み始めた彼女。一匹でも多くの動物を救いたいと願う娘に父から届け物。この番組は夢と挑戦を応援する
関西電力の提供でお送り